ご視聴ありがとうございます。白い立派な西洋館ですね。ここは鳥取市鳥取城の麓にある神風閣にやってきました。近くで見ると結構建物に傷みがあるのが分かります。神風閣は2023年12月29日より約5年間文化財保存修理工事のため長期休館しちゃうんですよ。なので館内を見ることができるのは5年後になっちゃうんですね。館内はフレンチルネサンス様式、天井が高く優雅で豪華な建物は明治時代の文明開化やモダニズムを感じられます。少しタイムスリップしたような気分になった後はレトロで静かな温泉に行ってみたくなりますね。神風閣から車で20分ほど、数軒の温泉宿がある吉岡温泉にやってきました。今回は貸切温泉を楽しめる宝屋さんに行ってみますね。玄関や館内は素朴ながら日本らしい雰囲気を感じますね。床の間に生けてある南天も季節を感じますね。掛け軸がありますよ。一富士、二鷹、三なすび。初夢で見ると縁起がいいんですよね。それでは温泉に行ってみますね。内湯と露天風呂があるそうです。タイル張りで昔の銭湯のような脱衣室ですね。外の光が入る明るい脱衣室だね。赤ちゃん用の台やオイルヒーターもあるよ。そういえば温泉宿には客室にお茶とおやつがよく置いてあるよね。宝屋さんにはもなかが置いてあったよ。外側はパリパリ、中にはあんことお餅が入っていて美味しかったのでご紹介してみます。準備完了。浴室に行ってみますね。温かな湯気に包まれます。温泉の流れるいい音が響いてますね。石でできたワイルドな床と壁でございます。稲葉の白うさぎ神話で知られる白兎海岸からも近い吉岡温泉なので白うさぎ手ぬぐいでレポートしますね。足先から温めていきますね。お宿の看板にも書いてありましたが、こちらは全部源泉かけ流し。湯加減は少し厚めくらいかな。泉質は弱アルカリ性低調性高温泉。ゆっくり浸かれる感じの温泉です。お湯は無臭に近いね。せっかく温泉に行くならやっぱ貸し切り風呂がおすすめですよ。少し贅沢だけどこのリラックスできる感じは大勢のお客さんがいるお風呂とは格別の落ち着きを感じられます。透明なお湯の温泉だけど浴槽の石には温泉成分がたくさんついていますね。浴槽の奥の割れ目ちゃんから熱いお湯が出ていますよ。吉岡温泉の源泉は50度もあって高温のお湯が湧き出してるんですね。窓からの日差しに揺れる湯気、幻想的でしばしの現実逃避でございます。時折落ちてくる冷たい湯気の水滴がババンババンバンバンだよね。足が伸ばせるお風呂どころかこんなに伸び伸びできちゃうよ。初めは熱く感じたお湯も入ると不思議。ずっと使っていられるんですよね。
いい温泉だ。露天風呂の方はと言いますと、外は寒いね。冬は寒いので稼働していないようです。しっかり温まりましたよ。静かで趣のあるお宿に癒されました。帰り際のお土産に干し柿をいただいたんですよ。宿の軒先に吊るされた干し柿、どこか懐かしく日本らしい風景ですね。最後までご視聴ありがとうございました。